皆さんこんにちは。株式会社シラクです。今日はですね、いつもどうやってはかるかなちゃんに喋っていただく動画を作っているのかっていうのをお見せできるような動画にしたいと思っています。備忘録っていうんですかね、自分のためにもでかつ皆さんにも共有できたらいいな。早速なんですが、動画を作るにあたってはかるかなちゃんに読んでいただく台本がないと何も始められないので作っていきたいと思うんですが、何ですかね、とりあえず建築ニュースで調べたんですが、ちょっとどこかのサイトを使うとややこしいかもしれないので、一応ね AI モードでいい感じのトピックを出していただきましょう。ここら辺怖いから、ここら辺のなんか政府でも発表してそうな新技術系のトピックを使っていこうかなと思います。ジェミニの方でディープリサーチを使ってちょっとレポートを作ってもらおうと思います。はい。でレポートの方なんですが、先ほどのねバイオフィリックデザインについての分析調査レポートいろいろね調べて頑張ってくれたみたいなんで、そうですね Google ドキュメントに保存しようと思います。いい感じのレポートが完成しましたので、次はですね、これは私がはかるかなちゃん専用のシナリオを作るためのカスタムジェムっていうんですかね。これがさっきの保存したレポートになるので、これをそのままロゴンで送りつけます。このさっきのディープリサーチの調査レポートからナレーション台本を作ってくれるっていう、なかなか我ながらいいなって思ってます。何でもありなんでね、どんなやつを送ってもそこそこの長さで無理やりシナリオ書いてくれたりもするんで、この子結構いい子ですね。いい子に育ちましたね。ちょっとそんな話は置いておいて、本当だったらねもうちょっとやることもあるんですが、例えばねこうやってバーンと出てくるんですけど、その読み上げ台本というよりかはこの構成本編1みたいな、その読まないところも結構入ってくるんですよね。オープニングとか、こういうのも台本作った後に整理できるようにしていていいっすね。こちらもねちょっと自分で設定したカスタムジェムなんですけど、この読み上げる部分だけ整理して読み上げテキストとして最適化してくれるようになってます。ちょっと今回はねレクチャーというか作業フローをお見せする目的なので、台本全部じゃなくて一部ここまでの台本で進めていこうと思います。そしたら次ですね、これはかるかなちゃんに読んでもらわないといけないので、ちょっと Google AI スタジオのジェネレーティブメディアを使ってちょっとやっていきたいと思います。このね本当はここの説明いるかな、みんな。なんかふわっとだけ説明すると、10秒以内のテキストだったらバグらずに処理できるかな。この子は3分以内だったら綺麗に処理できるかなっていう。最近はねちょっとフラッシュプレビュー TTS の精度がなんか上がった気がするんで、プロの方が劣ってるなって感じる時も割とあるぐらいですね。体感なんでわかんないんですけど、そもそもプロはちょっと処理できるトークン数っていうのかなが少なすぎて、時間はかかるわ、かかった上に音声バグってるわで散々痛い目見たので、ちょっとしばらく使うことはないかなと思います。でモデルセッティングの勝手に喋んないでね。モデルセッティングスのテンパンチャーなんですけど、これは創造性、AI の自由度、温度感みたいなものらしくて、言い方合ってるかわかんないですけど、高ければ高いほど AI が自由にちょけるっていうことだと思ってます私は。ここは普通にねちょっとボイスいろいろあるんで好きなものを選んでいただいて、スタイルなんちゃらはですね、この声のトーンを指定できるんですけど、いつもはちょっとねはかるかなちゃん用にカスタムしたプロンプトをここにも挿入するんですが、今日はねちょっともうデフォルトのままで
やっていこうと思います。Read aloud in a warm friendly tone。 なんかあれだよね、あったかくて優しいフレンドリーな声ってことだよね。素敵なお姉さんみたいな、わかんないけどやっていきましょう。早速さっきのテキストを貼り付けて、ここ押すだけですね。コントロール。もっとクリエイティブな場所に変わるヒントがきっと見つかりますよ。それでは早速行ってみましょう。はい、いい感じですね。ダウンロードしていきましょう。これ今知ってる人いるかな？いると信じて言いますが、いつものはかるかなちゃんの声ではないんですよね。こっからどうやってはかるかなちゃんの声にしていくかっていうことなんですけど、こちらもう見ていただいたらわかる通り RVC1006 NVIDIA の WebUI ですね。はい、ありがとうございます。開いていただいて、でこちらがですね、なんて言ったらいいのかな、極めて高性能な AI を使ったボイスチェンジャー、AI ボイスチェンジャーっていう分類されるもののようで、ちょっとにわかなんで叩かないでいただきたい。音源選択していただいて、ピッチ変更はね、もともと変換しやすい声をテストして選んでるので必要ない高さの声だと思います。音声処理ファイルのパスはさっきダウンロードした TTS の、フォルダを右クリックしてパスのコピーで探してみてください。で貼っていただいて、インデックスパスの自動検出っていうところでインデックス選んでおきましょう。多分ね RVC 使ってない人だったら何言ってんだこいつって感じかもしれないんですけど、あくまでもね微暴録なんでちょっと流れ作業で進めていきます。で正直ここら辺のパラメータは私もよく分かってませんですが、インデックスの効果が低下する恐れというのは、この検索特徴率が低下する恐れがあると言っているんだと思うんですよね、私の推理では。でちょっとここら辺誤訳かなって、若干思ってるんですけど、とにかくこいつは電子音の途切れとかを防止するためにおると。で子音と呼吸音を保護すると。だから元のボイスの発音、声の発音を尊重しますよみたいな。じゃあ基本的にそのジェミニ TTS さんの発音はですね結構優秀ですので、ちょっとこれ上げておきます。バチバチにインデックスの効果低下するとありますが、バチバチに上げておきます。もうわかんないですけどね、これが合ってるのか。でインデックスじゃないかと勝手に思っている検索特徴率なんですが、これはなんだろうな、インデックスっていうデータがあるぐらいなんで、キャラの特徴とか、いわゆる読み方の訛りみたいなものが入ってるのかなで、とかあとはその普通に単語登録みたいなのされてて誤変換しないようにしてたりするのかなっていう、ちょっと有識者の方教えてください、そこら辺は。とにかくこれが高ければ高いほど元の音声を加工するというか、そうですね、加工するという認識で合っていると思います。なんですが結構ここはですね適当でして、いつでも綺麗に出るときは出るんですよね。一旦やってみます。どうでしょうか。私たちが遠い昔から親しんでいいですね。これ特徴検索率が例えば 0.1 だったとしても、皆さんこんにちは。建築業こちらただ植物を置くだけ。でもそうですね、やっぱり低すぎてもケロケロっていうかガミガミみたいなのが逆に起きてしまう時があるので、ちょっとここはねまだ要研究ではあるんですが、アーティファクトを防止してくれるらしいやつは 0.5 っていうのがいい設定かもしれないなって最近思ってます。ただそれぞれのパラメータを完全に理解してるわけではないので正直よく分かってませんが、トライアンドエラーの末にたどり着いたのはそんな感じですね。とりあえず今回はね 0.5 の1で作ったさっきのボイスが結構良かったので、
それで進めていきたいと思います。ではもうボイスできたので、これでお役ごめんですね。コマンドのやつもちゃんと閉じときましょう。こっからどうやって喋らせていくかっていう話なんですけど、その動画によっては私が喋りながら動いてる時もあれば、動きは後付けでその動画用の動きをモーション、なんていうんですかね、モーションアクターさん、本当にパペットを動かすためのモーションとして無言で動く時もあるんですけど、最近はですね、あらかじめ動くようなテンプレートを一つ持っておいて、で今こうやってね、何も喋ってないけどだいたい18分尺ぐらいの自然に動いてるモーションを保存してるんですね。ここにですね、さっき作成したあかるかなちゃんの音声を追加します。これがさっき作ったボイスですね。今いるお部屋やオフィス、なんだかちょっと息が詰まるなとか、もっとリラックスできたらいいのにな。なんか奇跡的に若干口パクが合ってる気はしましたが、そんなはずはないので、ここでね、今口パクパクさせてるのはなんていうか仮のデータというかデモンストレーションでして、もう一回ちょっと最初からやりましょうか。まずさっき作ったはかるかなに変換したボイスをこのプロジェクトの中に入れます。入れましたら、ここからね、こうやって下に持っていって追加します。今このパペットがいる001っていうシーンがあるんですけど、そこに追加したっていう形になってますね。ここはシーン001の編集画面ですので。で、ここから何をしていくかというと、タイムラインをしていただいて、シーンオーディオからリップシンクテイクを計算。で、これでちょっとチェックしてみましょう。こんにちは。建築業。はい、いい感じですね。こちらでプロジェクトバージョン保存かな。はい、じゃあもうね、みんないらないかなって興味ないかなとは思うんですが、一応ここまで説明してきたので、おまけでね、ちょっとプレミアプロに合成する方法も取っていきたいと思います。まずね、プレミアプロを開いていただいて、どうしようかな。新規プロジェクトみんな動画作っていくと思うんですけど、一旦ちょっと画像でも追加しますね。寂しいので。こんな感じで作っていくことになると思うんですけど、こんな感じでね、背景入れたりしてね。問題はここに先ほどのね、彼女が来てくれないといけませんので、今からお呼びしようと思います。でですね、さっき彼女のキャラクターアニメーターのこのプロジェクト2という名前で保存させていただきましたので、なんかでっかいな。これね、これさっき保存した彼女のデータなので、これをコピーします。じゃあさっき言ってた、編集してたシーン001が選択肢に出てきましたね。じゃあこれを OK します。キャラクターアニメーターなんですけど、ここね、予備で作ってた、あと17分分ぐらいのモーションのデータがあるんですが、これ長ければ長いほど、その動画に合成するときに重くなっちゃうので、シーンをワークエリアにトリム、この白いところにトリムして、気持ちデータ少なくなるんだろうなと。これも予想です。よし、じゃあ、プレミアプロ開いていただいて、選択して OK を押すと素晴らしい。ちょっとまだ表示されてないけど、はい。こちらがですね、キャラクターアニメーターのデータとリアルタイムでリンクしてるというか、どっちも Adobe のソフトだからこそできる良さですね。名前はダイナミックリンクだったかな。なんかそんな名前の
機能です。だからキャラクターアニメーターのこの VTuber が動いてる動画もなんか書き出して背景投下してみたいな、そういうのがないので、ないのが当たり前なのかな、ちょっとわかんないけど、これは素晴らしい、いいと思います。はい。でもちょっと早速ね、位置とか動かしていこうと思いますが、だいたいオープニングで喋るときは、ちょっとなんか違う。うるさいからラウドネスの一致もしていきましょう。これでね、だいたい動画に合成するところまでのフローは以上となりますので、ちょっとチェックしてみましょうか。皆さんこんにちは。建築業界の未来を図る白くインク公式 VTuber のはかるかなです。突然ですが皆さんに質問です。今いるお部屋やオフィス、なんだかちょっと息が詰まるなとか、もっとリラックスできたらいいのになんて感じたことありませんか？もしオフィスにいるだけで生産性が 6%、幸福度が 15% もアップする方法があるとしたら知りたくないですか？実はその鍵、私たちが遠い昔から親しんできた自然にあるんです。というわけで今日のテーマはこちら。ただ植物を置くだけじゃない科学に裏付けされた最先端のデザイン手法、バイオフィリックデザインについて徹底的に、そして分かりやすく解説しちゃいます。この動画を見ればあなたの周りの空間がもっと快適でもっとクリエイティブな場所に変わるヒントがきっと見つかりますよ。それでは早速行ってみましょう。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。